どうもこんにちは、カレンです。今自粛2日目なんですけど、ロコスケーツから荷物が2つ届いたので、今から開けていきたいと思います。ということで、最初に紹介していきたいのは USD エオン60のチームモデル2021年のモデルです。これは 60mm でアルミコアウィールがついています。で、なんでこのブーツにしたかというと、ロンドンにはバートがないらしいので、その代わりにパークやストリート系のグラインドが多くなるかなと思って、今までそんなにグラインドやってこなかったので、グラインドやってみたいから小さめの 60mm 選びました。このモデルとサム・クロフトプロスケーツ赤いエオンの 60mm と迷ったんですけど、履いてたブーツにつけてた 68mm のアルミコアがすごい良かったので、アルミコアがついているエオンを選びました。で、この USDエオンですけど、詳しい情報やスペックなどは安床武さんが動画を出しているので見てください。今住んでいる寮から近くにパークが3つあるらしいので、隔離期間が終わったら早速行ってエオンで滑ってみたいなと思っています。で、ここについてるマジックテープ型のバックルを変えようと思って、もともとパワーストライドインペリアルについてたオレンジのバックル持ってきたんですけど、この2つを持ってきて、バックルをここね、はめるところのパーツを忘れたってことに今気がついたんですよ。こっちのバックルは使えませんでした。今開けてから気がついたんですけど、ズーって 100mm 用のフレームなんですよ。で、中に入ってたウィールがなんと110mm。さっきつけてみようと思ったら、ここに当たるんですよね。ってことで、今日の間にセットアップができないので、100mm のウィールが来た時にセットアップをしたいと思います。The next day. 今、ロコスケーツから再びウィールだけ届いたので、開けていきたいと思います。2足目はパワースライドズームロコ 100mm のスケートです。パワースライドとロコスケーツがコラボしたブーツで5月の初めぐらいから販売されているんですが、ロコスケーツでしか買えなくて2種類あってウィールが3つついている方を買ったんですが、 80mm が4輪ついているのもあります。色は白と黒で個人的にすごい気に入っています。カフが黒くてでブーツ本体が白いスケートは NEXT の2021年モデルも同じカラーリングをしててすごくかっこいいなと思ったので選びました。レボルバーというロコスケーツのオリジナルブランドのウィールとベアリングが入っていて、ロコスケーツでしか販売していないんですけど、レボルバーのウィールもサイズ10種類ほど出てて、アグレッシブのアンチロッカー40何ミリから125まで出していると思います。で、同じくベアリングもレボルバーのプレミアムベアリングっていうやつで ABEC5 なんですけど、まあまあよく回りましたね。フレームはアルミニアムの黒いフレームです。注意点なんですけど、このブーツフレームが外せないんですよね。フレームとブーツが一体型になってて、このボルト取れないっぽいのでフレームは変えられません。つけられるのは 100mm までなので、違うウィールサイズなどを試してみたいっていう人たちにはあまりおすすめできないかもしれないです。次はカフですね。意外とカフしっかりしているなと思ったのが、この前のところもここまで締まるようになっていて、 USD の新しいカフにすごく似ているんですけど、この前まで閉じるようになっているんですけど、このズームも一緒で結構カフがしっかり前まで止まるようになっています。ここの後ろのところも切って自分の好みに合わせられるようになっています。このカフボルトを外せないので高さは変えられないです。後ろにパワースライドのロゴが入っています。次は靴紐ですね。レースホールが7個ついているんですけど、一番上のやつはカフの後ろに隠れてしまっているので私ははめなかったんですが、一応足首の元のところまでレースが入るようになっています。あとこのブーツ90度のバックルをつける場所はついていないです。これが中に入っているライナーですね。これは多分パワースライドのライナーかと思います。中にはインソールがそのまま入っています。下敷きみたいなやつが取り外し可能です。こういう形した下敷きが
入っています。一番上のウィールのところと一番下のウィールのところに穴が開いている感じです。ロコスケーツのロゴが入っています。なぜこのズームを選んだかというと、学校通勤に使いたいなと思って、ロンドンは結構街中のスケートイベントなどもあって、もしかしたら大学にロッカーとかがあるかわからないので、下手したらこれを持ち歩かないといけないということで、ウィールが小さい方が軽いので、100mm の三輪を選びました。あとは、日本でズーム履いてる人を見たことなくて、試しに履いてみたいなと思いました。あとは値段ですね。格安スケートって感じのスケートなので、フレームが変えられないので色々試せないっていうデメリットはあるかもしれないんですけど、今寮生活で物を置く場所もそこまでないので、パーツ変えないでそのままいつでも使えるスケートもいいのかなと思いました。多分このズームのモデルは学生スケーターにはすごくおすすめだと思います。インラインスケートを始めてフィットネスブーツから三輪のハードブーツを履いてみたいなという人で、他のブーツより少し安めで買えるので、三輪ちょっと試してみたい人にはおすすめかもって感じです。これ買うときにネクストとすごい迷ったんですけど、ネクストを履かしてもらったときに少し足首の部分が当たったのと、もちろんネクストの方がカフの高さも変えられたり、ウィールサイズも変えられたりっていういろんなメリットもあるんですけど、これでも十分滑れそうなので、最終的には良かったのかなと思います。ということで、ロコスケーツから新しく買った2足のブーツを開封しました。隔離中で外に出れないので、長時間履けないので、履き心地などは何とも言えないんですけど、さっきちょっと履いてる感覚だと、ズームもすごい良さそうだったので、隔離が終わったら外に出て滑れるのを楽しみにしています。またその時は動画にしてみようかなと思っています。ということで、最後まで見てくださりありがとうございました。バイバイ。